皆さんこんにちは、日本橋にあるたいめいけん3代目茂木宏です。今日のお料理はチューリップ南蛮漬けでございます。皆様ぜひ作ってみてください。今日はね、南蛮漬けはだいたいもも肉使うんですけれども、今日はあえて手羽を使います。手羽先を使います。昔よくお母様が作っていただいたチューリップ唐揚げっぽい感じのイメージで南蛮漬けを作っていきたいと思います。あとは南蛮漬けの南蛮のタレなんですけれども、今日は唐辛子使いません。やっぱりお子様がちょっと辛いと食べられなくなってしまうので、今日はお醤油と、お砂糖を使います。あとはもう漬け玉の卵ともう片栗、卵、この辺はね後々紹介していきますけども、普通と変わっているのは今日は福神漬けを今日は使わせていただきたいと思います。南蛮漬けのソースって赤いじゃないですか。で、赤身はケチャップと福神漬けで赤身を作っていって、あとはやっぱり卵、あと市販のマヨネーズで今日は作ります。あとはですね、飾りのパセリとか、そんな材料多くないんでご家庭でも簡単にできると思うんで、ぜひお試ししてもらいたいと思います。キャフォ、一番大事な手羽を作っていきたいと思います。基本的に数が多く8本とか10本とか作りますけども、でまず手羽先ありますよね。でここにね関節があるんですよ。で関節の下、ここ関節ね。で関節の下をこう包丁入れます。ここ関節切っちゃダメですよ。関節の下ね、関節の下をだいたい5ミリぐらい下をこう切ります。ここからが問題です。これを折ります。折ると見て骨が2本出てきます。でこの細い方の骨をぐるぐる回します。ぐる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 回してお肉がつかないように取ります。はい、取りましたらこう関節ありますね。今度は関節を切ります。関節簡単に切れます。これをベロッと裏返しにしていきます。そうするとこのようにチューリップの昔懐かしいお袋の味というかチューリップ唐揚げの原型ができます。でこれが鶏の下ごしらえです。簡単ですよね。次にタレを作っていきたいと思います。タレはね、本当は唐辛子とか入れたりするんですけど、今日はお子様でも食べれるように唐辛子を使わないでタレを作っていきたいと思います。火をつける前にお醤油、お酢を入れます。普通のお酢で結構です。そして少し沸かします。火はねこれ弱火でいいです。ここにねお砂糖を入れるんですよ。お砂糖を入れるってことはやっぱり溶けなくちゃいけないんで、少し温めた方がいいですね。お砂糖を入れます。そうするとお砂糖酸も溶けやすくなります。溶かしていきます。お砂糖酸をで一煮立ちさせて、南蛮酢はこれで完成です。もし辛いのを食べたければ、からしを入れてもいいですし、唐辛子入れても結構ですし、今回は優しい味の南蛮なんで唐辛子は入れません。もう体はもう絶好調なんで、これからも皆さん見てください。いろんな料理考えて美味しい料理作りますんで、よろしくお願いします。ちょっと太り気味になっちゃいました。アルコール分が入ってないんで、煮立ったら、完成です。南蛮酢は。はい。南蛮漬けの一番大事なタルタルを作ります。皆さんマヨネーズ大好きなんで多めに作ります。今僕のお気に入りブンブンチョッパー、もうブンブン回します。こんな感じになってます。フードプロセッサーと同じです。もう全部入れちゃいます。先にね
福神漬けなければたくあんでも大丈夫です。ケチャップ入れるんで、赤くなりますんで、もしなければたくあんとかそういうものでも結構です。もうブンブンチョッパーなんでもう卵も入れちゃいます。でこれで一回回しましょうか。もうブンブンいきますよ。もうブンブンチョッパー見てください。このブンブン細かくなるんですよ。でここにまたマヨネーズ。結構ね、南蛮漬けって難しいなと思う人いるかもしれないですけど、結構簡単です。でケチャップ入れます。そしたらまたブンブンいきますよ。蓋を押してまたブンブンいきます。もうブンブンいっちゃいましょう。でちょっと切れてないところはこうもう楽ですね。引っ張るだけですから包丁使わないんで。であんまり細かすぎると食感がなくなっちゃいますんで、見てください。これ南蛮のタレです。これをボウルに移してもらって、この手羽元チューリップになってますよね。これを揚げていきたいと思います。まず卵ですね。全卵ですね。全卵をこう入れます。きれいに混ざったら、じゃあこれ全部薄力粉全部入れます。もう一回混ぜていきます。ダマにならないようにね、ホイッパーで。そしてお肉の方に、下味をつけていきたいと思います。軽く塩、やっぱり塩は食材のうまみを引き出しますんで。あとホワイトペッパー、ブラックペッパーじゃないですよ、ホワイトペッパーですね。で軽く振ってもらって、160から170度ぐらいの温度で揚げていきたいと思います。でまず粉つけますね。粉つけることによって卵が絡みやすくなります。で卵にくぐらして、美味しそうですね。で揚げていきたいと思います。だいたい今160度ぐらいですね。だいたい高温で180度ぐらいだとね、すぐ焦げちゃうんですよ。中まで火が入んなくて。それだいたい160から70ぐらいの温度で揚げていただければ。今鶏の水分が出ているんでプチプチ気泡が出てますけども、それがだんだんなくなっていきます。そして綺麗な赤色の色になります。はい、揚げる時はこう下にねちょっと網を引いといた方がいいですね。こう直火で揚げると焦げちゃうんですよ。フライパンに当たってるところが、ご家庭に多分あると思うんで、これ少し上がるのを待ちましょう。いろんなコメントありがとうございます。米見ると悩んじゃうんで見ないようにしてるんですけども、なんか飲んで作る人とかいろいろなんか今いますけど、何も飲んでないんで、はい、これが普通です。普通ですけど何でもできます。キュアフォーとかそういうのは何でもできるんで。でもやっぱりじっくりと低温で揚げていくっていうのもコツの一つですよね。そうですね。あんまり高温でガツンと揚げちゃうと、強めで表面を焼いてうまみを閉じ込めたりとか、いろいろ調理法がね今いろんなありますし、機械も発達してるんで、もう昔ながらのこう揚げ方なんで、最初からそんなに強火じゃなくて、コロッケと違ってね浮いてくるんで、もう浮いてきたらもう美味しそう。もうこれはねお子様も喜びますし、お弁当のおかずにもなりますし、あと旦那様のおつまみにもなります。はい、みんなパセリって
飾りだと思ってるじゃないですか。でパセリもねこう軽く揚げるとね、これで塩振るとね美味しく食べられます。昔のフレンチはね揚げて出してたんですけど、今はなんか揚げてるところがなくてただの飾りみたいな感じで、クレソンもね飾りみたいな感じで洋食だとなってますけど、クレソンもサラダ美味しいですしね。であとこれで塩コショウ、これで盛り付けていきたいと思います。みんなこれで忘れちゃダメですよ。このまま食べられますけど、チキン南蛮なんでここにつけます。あったかいまんまつけると冷めると染み込みますんで、ちょっとつけときましょう。2分ぐらい。ちょっとシャレオツに、ちょっとフレンチみたいにおしゃれに乗っけたいと思います。あとは揚げたパセリをのせて、もしレモンが足りない方はちょっとレモンを、赤が足りないんでね、赤が入ると料理が引き締まるんで、チューリップチキン南蛮の完成でございます。では早速、食べてみてください。頑張って作りました。いただきます。どうでしょう。すっごい柔らかいんですね。柔らかいです。はい。これは普通のブロイラー、スーパーで売ってるやつですよね。ブロイラーと大山鶏の掛け合わせなんで、地鶏を使っちゃうと硬くなっちゃうんですよ。ブロイラーが入っている掛け合わせを使った方が、焼き鳥屋さんとかそういうところで食べるんであれば、やっぱ歯ごたえとか、ね、鶏のうまみとかはしっかりあった方がいいですけど、こういうふうに料理するとちょっとブロイラー系が入ってた方が柔らかく美味しく食べられると思います。はい、今回この特製ソースは、はい、量を多く作ってると思いますけども、はい、何か他にも代用できるいやもう何でもサラダにかけてもいいですし、マヨネーズをもし好きな方だったらご飯にかけてもいいぐらいなんで、マヨネーズを使うお料理でお魚でもお肉でも何でも合うと思いますんで、あんまり福神漬けのね香りがしないんですよ。思ったほど福神漬けが消えるんですよね。だけどそれがいい食感に変わるんで。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ぜひ皆さん作ってください。マックスケフォー元気ですから。